り大きなお風呂はいいですね。私、銭湯は久しぶりですけど、結構好きなんですよ。皆さんはどうですか？銭湯好きですか？これぞ歴史持つ地獄の釜よ。だが灼熱の魔力が強すぎるのではないか？解説。かぐやにこのお湯は少し熱すぎるようです。あら、そうなんですか。今日は貸し切りですし、お水足してぬるくしちゃいましょうか。趣向、助かります。はいはい、任せてください。でも、同じ初めてでも、マリアさんは全然大丈夫そうですね。指導の家にいても割と熱いお湯に入っていたので問題ありません。初めて来ましたが、広いお風呂というのは新鮮ですね。気に入っていただけたならよかったです。誘った甲斐がありましたよ。疑問。なぜミクは銭湯にそこまでこだわっているのですか？同性同士の裸の付き合い。それはめくるめく甘美な世界。夢と希望のアバンチュール。なんかわけわかんないし。批判。かぐやがいつも話している内容と大差ありません。ちょっとゆずる、これは明らかに違うし。個人的なことを言えばよく似ているとは思いますが。これは私もかぐやさんをリスペクトして中二病アイドルを目指すべきですかね。ふっ、私こそは正義と勇気と百合の使者、ビューティーナイン。かっこ会議。そうでしょうか。一昔前のセンスだと思います。いや、あえて今それをやる姿勢、毅然とした態度、そしてポーズ、決まりすぎている。いい。ありがとうございます、かぐやさん。ひっつくな。大きいのが当たってるから。あれ、かぐやさん、もしかして恥ずかしいんですか？大丈夫ですよ。なんなら触ってみても。しないし、それに恥ずかしくなんてないし。もしや体型の差を気にしているのですか？羨ましい体しやがってこんにゃろうということでしょうか。憐憫。ないものねだりをしても虚しいだけですよ、かぐや。持ち味を生かすのです。違うし、そんなこと全然思ってないし。それで実のところはどうなんですか？回答。ああ、私も譲るくらい大きければな。おいたわしやかぐやさん、この胸を分けてあげたい。でもそれに悩むかぐやさんもベリグーです。言ったの私じゃない。落ち着いてください、かぐや。このままではせっかくの裸の付き合いがかぐやとゆずるの体型格差の話だけで終わってしまいます。いや、その話始めたの私じゃないんだけど。同調。別の話題にしましょう。それならば共通の話題がいいですね。それならあれしかありませんよ。あれ。あれというと。年頃の女の子が集まってする話題なんて決まってるじゃないですか。恋バナですよ。恋バナ。納得。確かにそれはらしい話題ですね。ゆずるも気になっていることがあります。恋バナ？いや、ちょっと我はだな。なるほど。それならば間違いなく共通の話題ですね。はいはーい、みんなでダーリンのお話しますよ。聞いてない。少し考えたのですが、恋バナらしく指導のことをおのおのどう考えているかという議題でいこうと思うのですが、問題ありませんか？肯定。異議なしです。意義なーし。意義なし。ではまず発案者のミクからお願いします。はいはい、私からですかね。ま
まずは私がダーリンのどこを好きになったかですかね。はっきりこの人だって思った瞬間はあの時です。約束したからな。ダーリンは命がけで私のことを守ってくれたんです。ああ、記憶の中のダーリンの背中とお湯のコンビネーションで鼻血が出そうに。あんたね。はい、冷たいタオル。ありがとうございます、かぐやさん。それで話の続きですけど、それから私ダーリンのこと大好きになったんですよ。その大好きとはどれくらいの好きなのですか？男嫌いのミクが傾倒してしまうほどというのはわかるのですが。ダーリンは本当に特別な人なんです。ダーリンがアイドルやめろって言ったらやめますし、結婚してくれって言ったらしますし、キスしてくれって。これは私から言っちゃう感じですね。完全に尽くすタイプに聞こえるのですが、今のミクの行動と一致していないような気がします。賛同。ゆずるも同感です。指導の要望を聞く場合の話が多いですが、ミクの方から要望はないのですか？要望ですか？可愛い女の子と遊んでも嫉妬しないでくださいとか？他にはダーリンには月1回はしおりさんになっていただくということで、それであのプレイとこのプレイといろいろとミクの愛情表現は複雑ですね。結論、ミクは変態ということです。好きな人を思ったら女の子はみんなこんな風になりますってば。ね、かぐやさん。なんで私？一緒にしないでくれる？ちょうどミクも語り終えたことですし、次はかぐやということで。別にいいけど。そうだな。シドと我は運命の伴侶、トゥルースアポカリプスによって定められた革新の巫女。二人がつがいとなることは世界の選択なのだ。失笑という夢を見ました。夢じゃないし真実だし。という設定と。ちょっとそこ！まあなあ、かぐやさん、こういう時くらい素直になってもいいんですよ。どうせ誰も聞いてないんですから。そうですよ、かぐや。思いの丈をどうぞ。シドはあれだよ。私とゆずるを助けてくれたし、初めての人だし、ちょっといいなって思っちゃうのはもう仕方ないっていうか。それで何にもないし、ちょっとだけ気になるかもってだけだし。解説、かぐやは乙女ですから。はい、かぐやは乙女ですね。乙女ですよね。なんでみんな穏やかな顔してるわけ？乙女なかぐやも見られたことですし、次に進みましょう。ゆずる、お願いします。承諾。ゆずるは指導と好意を持っていますよ。ちょっと。今なんて言ったの、ゆずる？私の知らないところで大人の階段登って死んでるようになっちゃったの？5時、接続詞が間違っていました。指導に好意を持っていますよ。ゆずる、もしかして折り紙から悪影響を受けているのでは？否定。マスター折り紙は素晴らしい詩です。悪影響とは侵害です。ゆずる、あんたその辺なぜか盲信的よね。恐るべし折り紙さんの求心力。それはそれとして終わりですか？充実。指導と一緒にいると満たされているように感じます。そばにいるだけで温かさをもらえるような。これを
好意以外の言葉にできません。乙女です。青春。とてもまっすぐで、かぐやとは大違いです。でもそっくりですね。皇帝、ゆずるとかぐやは結局同じところに行き着くのかもしれないです。なるほど。つまりどっちもダーリンが大好きってことですよね。仲間です。それでは私の番でしょうか。ふん、マリアよ。お主の理解した愛とやらを教えてもらおうか。はい、私は指導を愛しています。とても強く、深く。でも私は知っています。この気持ちが本当の意味で満たされることはないのだと。ですが私はそれでも指導を思います。私に愛の意味を教えてくれたのは指導ですから。なんかすごく重いというか、設定が。なんだかかぐやさんが設定という姿に違和感がないでもないですね。注意、かぐや。話に水を差すのはやめてください。私何か悪いことした？でもそう思われても仕方ないと思います。ですが今こうしてみんなと同じお湯の中に浸かっているということさえ私にとっては幸せなことです。すみません、指導とは関係ない話になってしまいましたね。ミク、嬉しいです。そこまで私たちのことを大切に考えてくれるなんて。少し肌の柔らかさを確かめてもいいですか？却下します。そちらの趣味はありませんので。指導だったら許してもいいですけどね。かわいい。めちゃくちゃかわいいです。天使です、この子。テイヤ、危険。浴場内で暴れないでください。ゆずる、そろそろ助けないと危険では。救助大丈夫ですか、ミク。お主、意識はちゃんとしておるか？はい。さっきまでお花畑の向こうでダーリンと可愛い女の子たちが笑顔で手を振っていました。それ指導死んでない？それは一大事ですね。さて、私は先に上がります。野暮用がありますので。野暮用？それって何の？秘密です。でもこれから来る人にも同じ話を聞いてみてください。ちょっとマリアさん、私も。行っちゃいました。入れ替わりに誰か入ってきてない？中止。あれはマリナ。なんで私がこんな。マリナさんじゃないですか。慣れ慣れしく呼ばないで。マリアと違って私は君たちの友人じゃないから。そのマリアさんと違ったクールな返し、ナイスです。何がナイスなのよ。なんか頭痛がしてくるわ。お主はマリナだな。マリアのブラッドシスターよ。私別に血濡れじゃないけど。解説、かぐやは血のつながった姉妹と言いたいだけです。直訳とかありえないでしょ。お主、我を愚風の御事知って。はいはい。マリアのお膳立てだし少しだけ付き合ってあげるわよ。それで何の話をしていたわけ？怪盗指導が好きだという話です。マリアのやつ。マリアさんはマリナさんにも同じこと聞いてほしいって言ってましたけど、もしかしてマリナさんもダーリンのことを。はあ？そんなことありえるわけないじゃない。バカで身勝手で誰にでも優しくで困ったら助けてくれてそっと触れてくれて、あんなやつ。なあマリナよ、お主
もしや本当に。何よ、なんでもないって言ってるでしょ。私はいつか指導のことなんか何とも思ってないわよ。ちょっと頭を撫でさせたくらいで調子に乗ってるんじゃないの、いつか指導ってば。私は別に寂しくなんて。あほー。何よその目は。好きなのね。そんなことあるわけないでしょ。ほんと不愉快。まったくマリアめ。マリナは機嫌を損ねてしまったみたいです。少々いたずらが過ぎましたかね。そうでもないと思いますけどね。それにしてもマリアさんとマリナさん、本当の姉妹なのに全然雰囲気違いますよね。もちろん可愛いってところは同じですけど。そんなに違うか。我はそんなことはないと思うのだが。思考、体型も大体同じですしね。チラチラ。こっち見るなし。でも同じ部分がもう一つありますよ。確かにそうですね。マリナさんも私たちと同じです。はい、マリナも少なからず指導のことを思っているということです。